全蔵さん、ありがとう。でしたら駅に足を運ばれて。なるほど。あ、ばあちゃんいた。駅の向こうに見える。はあ、聞かない名前ですね。あ、知らないんだ。綾代ゆり。綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことありますが、まあ20年前だもんね。どうしたの？いや、なんでもないです。わ、ここに立っているといろいろな噂が聞こえてくるんですよ。そういうのお願いしやすよ。綺麗な人だった。さあ、今お話ししたほか。怪しいな。ばあちゃん。すみません。あ、村人 B。何か少し。村人でよくない？ B とか別につけなくてよくない？ああ、もしやあんたがそうだよ噂の探偵さんか。ばあちゃんこういうの好きでしょ。ええよ。なんぞ聞きたいことがあるんじゃろ。綾代家について教えていただけませんか？あの家は取るだよ。なんかおばあちゃんが言う呪われとるっていうのいいよ家じゃからな。人の恨みつらみで大きくキクさんが殺されたって話もの噂とは言い切れねえだ。もう村人はみんな決めつけてる。スラミで大きくなったか。他の村人もね。いい噂。同じかな？綾代家はこの村には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。キクさんはのほう。満月の晩に墓から出てきなさい。なんだよそれ。きっとまた今頭の中にこうマイケル・ジャクソンのスリラーの映像が浮かんだわ。ドゥ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 つってドゥドゥドゥつって聞くばあちゃんがこうやってやって動いてキクさんが恐ろしい楽しそうだな。満月か。満月いつだろうな。誰じゃそりゃ。あひょっとしてたまに見かける柄の悪い。あ、たびたび見かけられてはいるんだな、村で。誰だい。知らないんだ。綾代ゆりさんのことなら熊田先生がよく知ってるようだって。なんで、何この言い方。熊田先生が。めちゃくちゃ怪しいんだけど。熊田先生。何これ。へへへへへ綾代って。家には後継者の印と呼ばれるものが。こんな言い方なかなかしないよな。何かご存知ですか？綾代家の後継者の印だと。そんなもの知らねえがそりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげえねえ。ちげえねえ。やべ。ばあちゃんに変な噂。ああ、やっぱ満月の夜か。何なんだろうね。電話番号どっか書いてないかな。村にある商店の看板みたいだ。灰皿。灰皿はいっぱいになっている。なんかさ、こういうとこにさ、ちらっと電話番号書いてあってさ、今の電話から電話かけてさ、なんかできたりしたら面白いなって思ったんだけど。この駅、特になんもなさそうだね。ここの看板だけでも、新井商店に商店が当たるってことは、熊田院は商店当たるじゃん。
今度後で荒井商店にも行くのかな。ね。うん、なるほど。まあまあ見れたっすね。ちょっと移動すっか。ありがとうね、ばあちゃん。この無駄にさ、扉がさ、3D で綺麗に開くの何なんだろうな。すごい面白い。お、何の用じゃ。何の用じゃ。綾代家には昔ほう。とても美しい人がおったんじゃ。もしかしてあれか、このおっちゃんと恋仲になったりしたってことなのか。ことですか。よく知っとるの。そういうことか。ゆりさんはとても美しい人だったんじゃ。ゆりさんにお熱片思いだった可能性はあるな。ゆりさんは熊田先生はこの村の伝説はご存知ですか。ああ、もちろん知っとる。村の連中から聞いてきたんじゃろ。信じきっておるようじゃが。まあ医者としては別にね。医者のわしからすれば伝説は伝説に過ぎんとしか言えんな。まあでしょうね。墓からこう蘇ってくるなんてみたいな話ですよね。アキラという人をご存知ですか。聞いたことがないなじゃな。うー菊さんのとん。ころに時々来とった遊び人風の男のことじゃろうか。まあやっぱ目撃はされてんだな。綾代家の顧問弁護士じゃな。一度も会ったことはないがな。綾代家の後継者の印のことか。お、知ってんのか。話には聞いたことがあるがな。どんなもんかは知らんな。今うるせえなこいつ。どうしたんです。なんか染めちゃって。なんでもないんじゃ。なんだよ。なんだクソ。先生、もしかしてゆりさんのことを。何を言うとるか。ゆりさんのことなら原神に聞いてくれ。さっさと行かんか。ポって言うな。やめろ。年が今なく照れちゃって。はよ行けというのに。なんだよポってやめろや。このノリはこのノリでちょっと古めのノリですね。特にないかな。熊田先生だ。女のとこかな。お寺か。お邪魔しました。ほらさっさと行け。何があったんだよ。あ、なんか本堂の方に来た。本堂こんな立派だったんだ。もっとよりも立派でしたね。あ、じいちゃん。あんた。じいちゃんじいちゃん。お聞きしたいことがあって来ました。村の人たちは。確かにな。キクさんの旦那はかなりアコギな商売をしてたようじゃが、それももう遠い昔の話じゃよ。一体何してたんだろうね、アコギな商売って。キクさんの本当にもう一度聞きたいのか。あ、まあ大丈夫です。いえ。アキラという人をご存知ですか。キクさんはそのアキラというほ男を孫のように思っとったよ。まあ年齢的には一応孫的な感じではあるのか。ところがアキラの方はキクさんはおっかいをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。それを知っていても孫のいないキクさんにとってアキラは可愛かったんじゃろう。そういう感じなんだ。アキラに話を聞いてみたいですね。あ
綾代商事のなんだよ、弁猫護士ちゃん。じゃな。キクさんも信頼しておったようじゃ。うん。綾代商事の顧問弁護士。ゆりさんのことちょっと後回しですか。綾代家に代々伝わるほう大切なものらしいの。しかししかし、それがどんな代物ああ知らんのかなのかまでわしは知らんのじゃ。やっぱ誰も知らないんだな。キクさんとは昔からずいぶん親しくさせてもらっとったんじゃ。よく話をしたものじゃ。なんか、年齢的にやっぱ近いんだね、キックさんと。綾代ゆりさんについて何かご存知でしょうか？ほう。その名に行き着いた。はい、最初から話してくれよ。めんどくせえな。ユリはキクさんの一人娘じゃ。せやな。ええ、今は行方不明と聞いていますが。ユリはな、ん20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。ほう。二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃがキクさんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ。うん。身分が違うとな。しかしああ、そういうことなんだ。決心は固く、つい駆け落ちしてしもうたんじゃよ。旦那が反対してたのか。そうだった。キックさんはそんな事情。普通に賛成してたのね。そんな事情が。それでもユリは一人娘じゃからの。キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが、二人が今どこでどうしているのかはわからん。なるほど。幸せに暮らしておるといいんじゃがな。なるほどねわしから話せるのはこのぐらいじゃ。ありがとうございました。なるほど。開ける？開けられそう。これやっぱ墓を開ける。すいません。いたずらし。やっぱ墓開けるタイミングがあるんだろうな。住職の原始。気難しそう。なるほど。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほどね。まだ行ってみるか。なんじゃ。ゆりさんのことなら原神に。ダメか。は場所はもう。今お話。なんじゃ。すべては綾代家。確かに年がいもなく言ってる。黒田先生。なんじゃ。どうしたらいいんだ？ゆりさんはと。わあ、そういえばほあずさが今日も来とったぞ。う。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。あ、今頃は屋敷におるじゃろ。お、これで屋敷で話聞けるな。あずささんがここに来ていたのか。全蔵さんももうすぐ戻ると言っていたの。行こう行こう。Thank you。お帰りなさいませ。あずさ様がたった今お帰りになりました。今にいらっしゃいます。
ありがとうございます。あずさ様は夜になるとまた雰囲気ちょっと変わるね。何かでも変わったものはないかな。照明が置かれている。これ一つないと。踊り場には花の絵も。移動するか。あかねさんがな。おうわ。あら探偵さん私に何か？なんか怖いんだよなこの人。思わずうわっつっちゃった。お時間をいただけますか？仕方ないわね。少しだけよ。ありがとうございます。すいませんね。菊おばさまの発言権は綾代商事でも絶対的だったよね。さすが会長。企業運営としてはそれでいいのかという話はありますかね。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ？あ、ごめん。喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ。アキラさんについて何かご存知ですか？ああ、兄さんの親息子ね。あったんだ。遺言公開の日もこっちであったけど。ほそういえばその時アキラは誰かとこそこそ会っていたよね。う。なんだろう。あかねさんとかかな。一体誰と？それはご自分でお調べになれば探偵さん。ムカつく。ああ、次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがあるわ。おばさまが亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしら。ほう。それはどういう意味ですか？どういう意味ですか？社長の幹事兄さんと専務の次郎はね、会社の中で今まではおばさまがいたから幹事兄さんも怪しい。なるほどね。まあ立場としては社長と専務ですからね。今はもう兄さんの望むままね。なるほどね。幹事兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃならなくなったのよ。なるほど。幹事さんと二郎さんにはそんな確執が。そうだね。二郎さんにちょっと話を聞きたいところだね。この家の顧問弁護士でしょ。頭は切れるらしいわね。なんかすいませんね。なんかいろいろ話しちゃっていただいて。こっちが聞きたい。だいたいあなた探偵でしょ。怒られちゃった。ゆりさんが見つからなければ。ああ、そういうことか。それでイライラしてるんだろうか。確かに。そういう意味で言うと、ゆりさんのことを持ち出せば結構協力的にはなってくるそう知らないわよ、そんなもの。私には関係ないわ。幹事兄さんにとっておばさまの個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしら。それよりもまあそうだね。そうだね。確かに。よほど魅力的。ああ、漢字の、でも、こういう、あずさも漢字も、動機としては、その、キクばあちゃんを割とやる動機はあるよね。あずさはお金目当て、漢字は会社の発言権目当て。ですよね。それとも、やっぱり私たちを疑ってるの？あなた。本当に探偵？探偵ですから。そうですよ。すべてを疑いですからね。あ、なんか灰皿の位置がずれてるな。単にあれか、漢字が吸ってたからって話かな。気の強そう。気が強そうな人は変わる。何かご用？灰皿はきれい。灰皿がカーテンは気の強そうな人。
特に目新しいものはないかな。ああ、そうでした。お金に確認をしたのですが、おあの日アキラ様はお何やら大きな荷あ、やっぱ物を大きな荷物を持ってた。屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。なるほど、土蔵のあたなさっておられたのやら。銅像、大きな荷物。り。怪しいですね。お忙しい方です。神田弁護士。立派な方です。では一度探偵に調査を頼んでみて。あ、そうなんだ。神田さん経由ではあるんだ。有名な宇津木探偵事務所の探偵のすいませんね。私は優秀な探偵、原ジョリスでございます。どうも、皆さん。何か、浮気調査、行方不明の方の調査、何か問題がありましたら、私にぜひお気軽にご相談ください。優秀な原ジョリスでございます。そうだったんですか。お会いしたいということでしたら、おまずはお電話されてはいかがでしょう。神田様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。米16。メモっとこう。短縮ダイヤルってあったね。なんかさ、今もうスマホでさ、全部電話してさ、電話帳登録してあるからさ、あれだけどさ、固定電話ってなんかその短縮ダイヤルっつって、なんか登録しておくと、このなんか短いその番号で、特定の電話番号にそのいつでもかけられるみたいな。あったねー、そんなの。なるほどね。神楽寺の源信さんに聞きました。ゆりさんは恋人と駆け落ちしてしまったんですね。はい。旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、結果家を飛び出してしまわれました。なるほそれでもゆり様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのはやはりど。なるほどね。どのようなものか。お忙しい方ですか。前に土蔵は屋敷の裏にございます。高価な骨董品がたくさん保管してありますので、なるほど。入り口には鍵がかかっております。高価な骨董。立ち会いのもと行くことはできないですかね。なるほど。骨董品か。電話かけてみる。この時間だといけるかな。米16だっけ。主人公のアップだ。イケメンやな。はい、神田弁護士事務所です。なんか。恐れ入りますが。こんな時間じゃ無理ね。なるほどね。じゃあまあ、後でかけるか。何なの？いきなり何よ。それがどうしたっていうの？え話さなくなっちゃった。やべえ、聞きすぎたかな。あかね。あかねさん。お願いです。もう何も聞かないでください。やべえ、どうしよお願いです。う。何かにひどく。
どうしよう。山が困ったな。これは困ったぞ。お願いです。なんでよ。どうしたんだ。お願いです。ダメか。私何も知りません。絶対知ってるじゃん。私近くにはいない。アンドンだ。花の池である。山が畳が焦げ。畳が焦げ。なんでどうしたらよかったんだろう。近くにはいない。ここにいる。ゼンゾさんは今にいるはずだ。はい。お金のことがないか。前に、そういえばお、村人からユリ様の話は聞けましたか？なんかあることないこと噂されてたね。いろいろと。他にも気味の悪いことも噂しておりましたでしょう。ほう。ああ、満月の晩にああ、そういうことね。蘇るという気味の悪い話ですね。村人たちがいいことだと言ってそうだね。勝手に騒いでるだけでございます。それはそうだね。そういえば今夜あたりなんだって？満月ですね。やべえ。スリラー見ようぜ。そろそろ戻らないと事務所に着くのが夜中になってしまう。うわー、マジ？これもしかして俺聞きすぎてんのかな？時間経ちすぎててなんか行動が制約されてる気がする。あれ？なんかそんな気がするな。だってさ、多分さ、時間が早ければさ、電話もして神田弁護士事務所に多分電話できるだろうしさ。俺多分聞きすぎてんじゃねえかな。ありがとうございました。さようでございますか。失礼します。うわー、墓荒らしておかえりなさい。ずいぶん遅こんな遅くまでお互い様でしょ。それであゆみさん、少女のことだけどね、絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで綾代少女は大変みたいよ。まあでしょうとな。いうのも実は社長と専務の対立にはいはいとうはとう火がついちゃったらしいの。い。よく聞くワンマン経営の会社の末路ですね。今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。うわー、満月の夜墓見たかったな新しいメモリーの単行部ってわけね。なるほど。ありがとう。すごく参考になったよ。いや、まあ知ってはいるけどな。なら頑張った甲斐があったまあありがとう。それじゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。前それにしても嫌な。どうしたの？あ、ごめん。
分厚いファイル。この辺でなんか調べられるのって何か意味あんのかな。ちょっと待って。なんかお墓行きたい。どうなんだろう。そうだね、実験を握りました。会社の立場が悪くなってしまいました。金に困っていた。あずささんは遺産が転がり込むことになった。そしてゆりという謎の人物。そっくりそのまま譲られるわけだ。そうだね。それともう一つ、アキラは土蔵のそばで。そうだね。だんだん怪しろけ。いやマジあかねさんとどうしたらよかったんだろうな。何も心開いてくれないんだもんな。調査を依頼されたキクの死の真相には近づけていないな。焦っちゃダメよ。私も協力。いやでも今日満月なんだよ。なんか起きるんだよ多分。とはいえ今夜はもう遅いから調査の続きはまた明日にしましょう。はーい、しまー私す。も綾代商事に関して他に情報がないか探ってみるわね。ありがとうございます。そうだ、明日はあんまり見てみようかな。確かに天地さんずっと放っておかれてる。角刈り部屋。心配させているかもしれない。角刈りさんですね。はい、というわけで第一の殺人ですね。第一の殺人やばい、ネタバレだなんてこった。おはよう。今日もすぐに明神よっしゃー、ちょっとキリがいいので一旦ここで区切りますか。うわ、なんだよ、第一の殺人ってなんだよ。なんかいきなり話が展開してるじゃねえか。満月の夜、やっぱ、墓参りしときたかったな。そうか、でもこれ第3章ってでこうなるってことはまだ、これ多分、どうしよう、避けられないやつなのかな。多分誰か死んでんだろ、知らんけど。いやー、そうか。そうか。まあ、ってことは、だから、あれだよね。だから、時間が遅くなっちゃうのは、何か俺がコマンドをしまくったからっていうよりも、もう規定路線であるのかなってことを祈りたいですね。まあ、ちょっと、そうだね。まあ、とりあえず、いきなり第一の殺人が起きちゃって、ちょっと今動揺してるのであれですけど、まあ、またちょっと続きやっていきましょう。はい。それではまた、本日も、ファミコン探偵クラブ消えた後継者というわけでやってまいりましたと。また、ではまた次のファミコン探偵クラブの動画を、お待ちください。それではまたさよなら。第一の殺人ってなんだよ。怖えじゃん。にゃんだよ、猫ちゃんかいな。